皆さんこんばんは。香港カンフー武術学院の総教練真鍋学山でございます。本日は、少年闘解説シリーズその13ということでございまして、ついに13になりました。本日ご紹介する技はですね、ファークサオでございますね。前回ランサオをしましたので、今回はファークサオでございます。ファークサオという漢字自体は払うという字でございます。技はセオンでございますので、これダブルでやります。このランサオから続くわけです。まずこうランサオをしまして、でランサオの形になった、これが支点でございます。トンサオ始まってランサオ、左が上で右が下、ランサオで、ここから始まってファークサオでございます。出てファークサオって行きと帰りがありますんでね、まず行きはこんな感じで振りまして、戻りはこんな感じになります。ウォン・シュンリョンスタイルのファークサオは、まずはこう横にこう振るわけではありません。こう前一門にこう振りまして、で戻る時に振ります。そんな感じになります。どっかの解説書にあるように、両方にこの辺の人がおってね、喉をバーンと叩いて「いい」いや、そんな情報じゃありませんよ。基本英春拳はこう縦の技術であります。縦とこうきますので、ファックの方が縦から出てきます。肘を立てているところからの技が多いわけで、横はイレギュラーでございます。通常縦でございますので、こう横になるっていうのは、ランサーとかファクサーっていうのは英春拳にとってはイレギュラーな形になるわけですけどね。ボンサーでもこう横に脇が開いて横になります。英春拳というのはこう縦が基本、縦でございます。肘を立てる、定まったところに肘を、そういう形がセオリーでございます。それでなおかつ横になるわけです。珍しい技術の方なんですが、まずこのセオンランサオから、そこの時点から支点になってファークサオが始まります。前一門に引きながら横にスーッと伸びきるまで出ます。でそこから前一文字に軌道が出てから半円で戻ります。動きとしてはここまでなんですが、基本、この使い方がただの横チョップだみたいな感じでやってるとちょっと違うよということでございます。肘を起点にこう開いていく、こんな感じでやられそうになった時にこう活路を開いていくですな。横になってこのままやられてしまうという状況になった時に、横のままでもこう絞りながらこう、だから軌道はこう前一文字に軌道になるわけですな。まっすぐ横の軌道にで、畳む時に開いて、その英春拳で横チョップがないかというとあるんですけども、木人の型の中でもこう絞ってから出してこうして、こう一連の技がある。こう、絞る方でこう落としといて、で中で横チョップ
中段、絞りながら中段、これ木人の第3節ですね。第3節の方であるんですけども、まあもちろんこの横チョップっていうのもあるんですけども、そうではなくて、これは戻るときはこうフックであるというふうに考えます。フックも脇開いたフックと締まったフック、これも締まった状態で広げて、締まった状態でフックを打つ、こういう感じで微妙ですが脇を締めてやらないといけないというような形になりますよ。まあ用法としては非常にいろいろあるんですけども、まあ同門同士であんまり使うということはあんまりありません。まあ、永春拳にだってフック打ちというのはあります。まあ、セオリーじゃありませんけども、セオリーじゃない技の中でどうしても出てまいります。でもそれでこう脇開いてこうパックじゃなくて脇締めて、脇締めてフックを打つという形、もしくはこんな感じで絞って横チョップ、これ木人の方なのでね、こうありますね。まあ、その使い方はありとしましょうか。こう受けてから横チョップっていうのは真ん中からこう内に入って横チョップ打つっていうのは技が速いですから、パンパンですから技が速いですから、外人さんは非常に利用されるんですが、あんまり本場の香港の偉い師匠がそういう技を使うということはあんまりないようですね。まあありかなしかって言ったらありなんですが、強い方が使われてないのであんまりどうなのかなっていう感じですね。まあ、特に外人さんは好きみたいですね。横チョップ大好きみたいですね。ですから小さおとか見てても外人さんの小さおは横チョップありありで、一般的な技として出てまいりますが、あまり香港の師匠連で、偉いさんで横チョップ使ってる人があんまりいないので、まあ、これはイレギュラーな技だなと、一般的な技ではないというような私は認識です。まあ、そんな感じで、まあ、今回のファークソンについては終わりたいと思います。ありがとうございました。